はい、皆さんこんにちは。畳職人のタミーです。今日もよろしくお願いいたします。はい。今日はですね、こちらの畳を、ちょっと直していきたいと思います。このね、ちょっと幅の狭い、畳なんですけど、この畳何かって言いますと、ちょっとね、近くまで持ってきます。はい。これ、実は床の間の畳になります。で、ここのね、ヘリが普通のヘリに比べて、ちょっとヘリの幅が太かったりだとか、これね、裏を見てみると分かるんですが、はい。木になってます。ね、このように木材に、このように、畳のね、表がこう貼り付けてあるというか、であるのが床の間の畳になります。今回は、この床の間の畳の、修復、張り替えしていきたいと思います。それでは、レッツゴー！よし、そしたら大きさを測っていきましょう。はい。で、今これ書いているのが全部漢字で書いてます。まあ、汚ね字なんですけども、尺、何寸、何分っていう形で縦書きで漢字で書いてます。測るのは3箇所です。向かって、左側、真ん中、右側ですね。っていうところ、3箇所を測っています。次は畳の長さを測っています。長さは2箇所ですね。こちら側と、あと向こう側ですね。2箇所測ります。これも全部漢字で、縦書きで書いています。はい、ということで、大きさを、測ることができました。最初にですね、まあ、チョークでね、ささっと書いてたんで、もう汚い字なんですけどね、できました。で、このね、線は、こちら側の面がね、基準ですよということですね。の印です。それでは、これをね、解体していきたいと思います。はい、それでは解体していきたいと思います。Let's go! 北側と南側。あ、ここになんか書いてある。ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これ、ここのところに、書いてありますね。47、3、22日。これおそらく昭和47年の3月22日の日付なので、この時に作ったのか、この時に収めたのかっていう感じですかね。っていうのが書いてありますね。前の畳屋さんが、まあ、書かれたってことですね。で、こちら側は、このように、手で塗ってありますね。はい。で、こちら側も、よいしょ、こんな感じで、ね、手で塗ってありますね。ちょうどね、板に切り込みを入れて切ってあるということなんですね。じゃあね、解体していきたいと思います。まあ、これ解体するの実は簡単で、もうここの糸をプチプチと切っていければ、簡単にね、解体することができます。はい。ですね。よし。あとは、糸をね、きれいに外していきましょう。はい。この時にまあ畳職人さんのね、まあ技だとか、なるほどなだとかっていうのがね、勉強できますね。いろいろと見ることができて、すごくなんか嬉しいですね。楽しいですね。よいしょ。あとこちら側。よしと。そしたらできたので、外していきましょう。で、外しましたね。こうやって見ていくと、まあね、こういうふうにどういうふうにやってるのかなっていうのをね、見ることができますね。はい。
よし、じゃあそしたら次は、材料を切っていきたいと思います。はい、次はね、今回床の間で使う材料を紹介していきたいと思います。まずはこちら。はい。流瓶の表になります。はい。米っていう、大きさですね。まあ、ちょっと幅が狭いんですね。普通に比べると。はい、を使います。で、ヘリの方はこちら。高麗ベリーの茶色ですね。中門って言います。真ん中の大きさのね、門ですね。これよりもね、大きいのもあったり、小さなのもあったりしますが、今回はね、中門、真ん中の大きさを使っていきます。じゃあね、これを、先ほど測ったね、大きさに、切っていきたいと思います。はい、それでは畳のヘリを切っていくんですが、これはモンベリって言って丸い模様になってます。畳の端と端が丸い模様がきちっと出るように、丸い門が欠けることなくきちっとなるように、ヘリを切っていきます。床の間の長さはいろいろありますが、どの長さであっても門が欠けることなく作らなければいけません。そこはね、やはり微調整をして作っていくというのが畳職人の技術となっています。今回の畳はさほど微調整をしなくてもいいぐらいの長さになっていたので、すごくありがたいですね。あとはヘリを縦に切って両方にね使えるようにしていきたいと思います。次は畳表を切っていきたいと思います。今回はヘリの長さに合わせて畳の表を切っていきたいと思っています。これもね、いろいろとなんか方法があるみたいですが、一番まあ簡単というか分かりやすく、作業がしやすくできる方法で僕は畳表の長さを切っていきます。ヘリの長さと同じ長さの畳の表ではなくて、その後の畳表のね処理のことを考えてちょっと長めに取るようにしています。で、ヘリとね畳表端っこを合わせてで、長さを切っていくんですが、同じ長さで切ってしまうとあと処理が難しいのでちょっと長めに、やっています。だいたいどのぐらいかな、だいたい6寸ぐらい、長めに、切ってますね。で、このように切り落としていきます。次は畳の幅を切っていくんですが、今回の床の間は普通の畳の幅よりもかなり狭いです。ですので、真ん中の方を使っていきます。畳の表って真ん中がすごく綺麗なので、端っこのね、部分は切り落として真ん中のいいところを使っていきます。で、今これハサミでジョキジョキっていうのは、まあ、粗落としっていうかですかね。ざっと切っていくっていうことですね。次は畳表の基準を作っていきます。基準がなければね、どこからどこまでの長さっていうのがわからないのでね、正確に基準を作っていきたいと思います。これもやはり綺麗に仕上げるために、定規で当ててここの部分というふうに測りながら基準を決めていきます。で、まず初めにね、そこ、印をつけて、次真ん中ですね。真ん中も、同じ長さになる部分っていうのを、印をつけていきます。そして端っこ、反対側の端っこですね。そこも同じように、同じ位置に、印をつけていきます。あとは印に沿って正確にまっすぐに歪むことなく畳表を切っていきます。定規を当ててね、包丁で切っていきますね。ちなみに畳の基準となるところを業界用語で
上前って言います。上の前と書いて上前というふうに言います。次は反対側を切っていきます。反対側のことを今度は下前というふうに言います。下の前と書いてね、下前って言います。以前、中学校の卒業体験で生徒さんを受け入れていたことがあったときに、上の前と下の前はあるんですが、上の後ろ、下の後ろっていう言葉はあるんですかという質問をいただきました。答えはないです。聞いたことないのでないんですが、そのような発想をする中学生、本当に頭柔らかいんだなということを、感じました。次は下前に印をしていきます。採寸した長さに応じて印をつけていきます。向こう側と真ん中と手前側ですね。これも実は言葉がありまして、作業している人からして右側を手元、左側を手先というふうに言います。畳の表を切っていくときは、手元から手先に向かって切っていくということになります。これで手元から真ん中までまず切っていきました。そして真ん中から手先に向かって切っていきます。真ん中の部分を定規で合わせて針で留めます。手先を定規で合わせて針で留めます。で、まっすぐちゃんとなっているのかを確認し、包丁で切っていきます。真ん中から手先に向かっていくということになります。こちらの畳べりね、こちらを切り出すことができました。次はね、畳の表端っこの部分ね、結構ここのところがほどけてくるので、ここのところをね、上手にほどけないようにちょっと加工していきたいと思います。
はい、それではやっていきたいと思います。これ畳の表なんですけども、畳の表って縦糸といぐさで、できています。で、縦糸の方をねしっかりと縛っていかなければ、いぐさがポロポロと取れてくるのでね、抜けてくるので、このように、糸を使って、縦糸をね、かかっていくっていうんですかね、結んでいくというか、縛っていくというか、そんな感じでやっていきます。で、最初の1つ目終わりましたね。で、このままね、手元から手先の方ですね、要は右から左に向かって順番に1つずつ、結んでいくということになります。これ、畳の一級製作技能士の課題にもなっています。実際にね、試験の時はもっと手早く、やっていきます。時間制限ありますからね、テキパキとやっていくっていうことになります。他の畳職人さんでは、これをね、左から右に向かって、奥の方からね、手前の方に向かって、手先から手元の方に向かってやるっていう方も見えます。すごくね、器用というかね、そのやり方がすごく慣れているから、それでやっていらっしゃるかと思うんですが、そういう風な感じで逆からやる方も見えます。僕もね、一度試してみたんですけど、いや、できなかったですね。全然やり方がやっぱり違うので、一概にね、このやり方が正しいということではありません。いろんなやり方がありますのでね、自分に合ったやり方でやっていただければいいかなというふうに思います。今回の動画はここまでとさせていただきます。結構ね、時間が長くなりましたので、今回はここまでとさせていただきます。次回の動画は畳の表にヘリを縫い付けていくというところからやっていきたいと思います。最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、この動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、高評価の方していただければいいかなと思います。また SNS 等もやっていますので、そちらの方もフォローしていただければいいかなと思います。それでは、バイバイ。